はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ナイス HCK さんのフラッグシップモデル、ロッキーズ、1DD プラス 2BA プラス 2EST というドライバー構成です。なんかね、フェイスプレートの素材がピーターサイトっていう天然石を使ってるんだって。空、飛べるかな？ミミーちゃん、それは飛行石でしょ？ボケにちょっと無理があるわよ。そうだね、ごめん。話戻すけど、天然石だから、フェイスプレートの色合いがかなり変わりますって書いてあるね。画像だとこんな感じで、個体差半端ないよね。ほんとね、手元にあるのは濃い青で、ちょっと地味な感じ。素材に天然石を使うなんて、贅沢ね。7万円台と高額モデルなのは、この素材も関係しているんだろうね。そうね、ちょっと手が出せないかな。でも主張はしっかりさせてもらったのよ。どうだった？詳細はジャックさんから説明してもらうけど、すごくクリアに感じたわ。天然石は音には直接関係ないと思うんだけどね。パッケージ内容はこんな感じで、高級感あるケース、イヤーチップが3種類。空いてるとこはイヤホンに装着されてた。標準のシリコンタイプの他は C04 と C07 がバンドルされてる。後で波形の違いを見てみたいね。いつものようにジャックさんが測ってたからね。ケーブルは 3.5mm、4.4mm のプラグを交換できるタイプ。装着した後ロックできるので抜ける心配はないです。ケーブルは金メッキされたフル革銅、超高純度 7N OCC を混合使用。中級 AWG と太い導線で超低抵抗です。その代わり太めなので取り回しはあまり良くないかな。ごわっとした感じです。音質優先ってことなんでしょ？そうよね。ドライバーは3種類。まず、低域から中域用に 10mm デュアルマグネット DD が1機。高時速、高性能ムービングコイルユニットで構成されており、CNC 加工されたニッケルメッキ真鍮製シェルに収められている。さらに PU 複合素材にベリリウムコーティングされたドーム振動板を採用。これにより力強い低域出力と安定した音響性能を提供。実際低域の質感はかなりいいと思った。中高域は2機のクラシックなノールズ製中域複合 BA が担当。デュアル BA 構造により中高域の歪みを改善し、楽器の倍音を正確に再現。高超波の歪みを低減し、中高域を最適化。ボーカル主体に聞いてみて滑らかで厚みのあるサウンドに感じた。そして高域から超高域はクラシックな高域用デュアル EST ドライバーが2機。滑らかな特性となるよう精密にチューニングされており、優れた応答速度を実現。ナチュラルで繊細なサウンドを実現し、ニュートラルなモニタリングスタイルを提供。主張は強くない印象だけど、存在感はしっかりあって、鋭くて痛い高域なんていう感じは全然なかった。では波形を見ていきましょうか。まず、バンドルイヤーチップ3種です。バンドル1のグレーの波形が他2つより 4.5kg 以上のカーブに特徴があるね。これは他2つより内径が細めだからだと思う。細めのって 6kg 付近が絞られる傾向にあるから。以前このチャンネルで標準としていたファイナル E タイプとかがそうでしたね。ただ、視聴した感じでは、低域が結構どっしりしていたんで、ロッキーズのバランスだと C07 とか C04、そしてちゃっかり登場のディバイナスベルメットとかが個人的には好きな傾向だったよ。今回のサウンドチェックの比較モデルはちょっと悩んじゃった。5万円以上で EST 搭載してるモデルって手持ちではないんだわ。昔 KZ で ZES とか ZEX が EST を搭載していて、それは手元にあるけど価格も全然違うから比較しても意味ないよなぁと思ってね。じゃあ何になったの？同じナイス HCK の NX8 にしてみた。これ高域は EST じゃなくてピエゾなんだけど、ちょっと範囲を広げないと比較できるモデルがなかったんでね。なるほど、それは仕方ないですね。波形は割と似た傾向のように見えますが、重なる部分は案外少ないんですね。そうだね。じゃあ早速聞いてみよう。音量上がるから気をつけて。
ンドチェックでした。波形の重なる部分は少ないですけど、傾向が似ているから大きな違いは感じにくかったように思います。NX8 の方がやや低域寄りで、音が全体的に丸っこい感じしたかな。そうね。それに対し、ロッキーズはすっきりした感じだったように思うわ。私もそう感じたよ。これってチューニングの違いだけの結果なの？いや、違うと思う。ロッキーズの実機をしばらく聞いてみて、最初に感じたのは、どの帯域もしっかり出ていて、バランスを自分好みに変えたいと思わなかったってことかな。いろいろ聞いた中で、ちょっと具体的に言うと、ジャズトリオの演奏では、深みのあるウッドベース、芯のあるピアノ、リアルなライドシンバル、自然で臨場感あるサウンド。フォープレイのアルバムでは、ここでも深みのあるベース、余裕のある空間。フォープレイのアルバムって空間や残響感を大事にしてるなーって思うんだけど、その再現性がすごく良かった。川口千里さんのアルバムでは、キックの圧を感じつつ、アタックもしっかりしている。スネアは太く、深みがあって存在感もある。タム系は全般になっている空間も見えてくるような感じ。そしてタムの位置関係もはっきり感じ取れる。シンバル系は繊細で存在感はあるのに全然うるさく感じない。歌物、やや太く安定感があって前面に出てくる。視察音はほとんど感じない。バックの音数が多い中でもボーカルは埋もれず、今まで聞こえづらかった音も聞こえてくるので、曲の印象がいい意味でちょっと変わるというのを複数の曲で感じた。左右を目いっぱい使ってるっていうほどでもないんですけど、定位感自体は自然でとてもいいですよね。そうなんだよな。いろいろ聞いてみて共通して感じたことは、音がいい意味で混ざらない。適度な分離でどの音も定位置があるように感じる。こんな音入ってたんだと改めて気づかされたのが何曲もある。質感のいいベースも印象に残った。そして音の自然な分離というのを言い換えると、音が散らばらずに収束する印象。これは NX8 と聞き比べるとはっきり分かった。別に NX8 が良くないってわけじゃないけど、聞いた印象の一番の違いは何かなと思って聞いていくと、散らばった音が次の音を邪魔するかどうかってとこの違いが大きかった気がする。ロッキーズは出た後の音がスッと弾いていく感じ。だからクラッシュシンバルのディケイが短めに感じ、スッと弾いていくし、他の楽器の定位がはっきりしている印象なのもここが要因だと思った。風のない日の打ち上げ花火は煙が残っちゃって次の花火が見えにくくなりますが、風があれば煙がスッと引いて視界がクリアになる。それの音バージョンという感覚でいいですか？そうだね。数十曲を NX8 と聞き比べると、ここの差ははっきりしていたように思う。それって音数が多くてもいろいろ聞き取れちゃうってことだよね。音そのものもいいけど、その引き際がすごいってことなんだ。自分はそう感じたね。音の減衰が早ければ空間に余裕ができて、他の音の入る余地ができる。もちろんこれはほんの一瞬のことなんだけどね。まああくまで個人的見解なんであまり当てにはならないけど、この先ロッキーズはリスニングでも音楽制作でもリファレンスとして常用していこうと思う。ジャックさん、すっかりお気に入りになったんですね。そうだね。はい、ということでナイス HCK の 1DT プラス 2BA プラス 2EST フラッグシップモデルロッキーズのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。